はい、こんにちは。今回なんですけれども、こちら、前回ですね、ファーストインプレッションレビューということで、レビューしてきました、バング&オルフセンの BeoPlay EX ですね。こちらをですね、もう3週間ぐらい使いましたので、ファーストインプレッションレビューの時と比較して変わったところや気になったところですね、そちらを今回ですね、ご紹介していきたいと思います。こちらのですね、BeoPlay EX は4万円ぐらいかかる超高級のですね、完全ワイヤレスイヤホンですので、気になっているけど、やっぱり買うのはですね、もうちょっと情報を集めてからにしたいなって思っている方もいらっしゃると思うんですけども、私がですね、実際に使ってみてですね、どう感じたかっていうのをご紹介していきたいと思います。今回はですね、まず最初にスペックやですね、価格のおさらいをして、それから印象がですね、変わった部分のご紹介、最後にですね、気になった部分をご紹介していければと思っております。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンを中心にレビューや比較動画をアップしていますので、気になる方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは行ってみましょう。はい。ということで、バング&オルフセンの高級完全ワイヤレスイヤホンですね、BeoPlay EX。こちらのスペックや価格からご紹介していきたいと思います。前回もですね、スペックや価格はご紹介しているので、必要ない方はですね、飛ばしていただければと思います。スペックはですね、こんな感じになってまして、ノイキャンや外音取り込み、ワイヤレス充電にももちろん対応しています。片耳でのイヤホンの使用も可能で、片耳で使用した時はモノラル再生になります。マルチポイント接続にも対応していて、Bluetooth のバージョンは 5.2。対応コーデックは SBC、AAC、aptX に加えて aptX アダプティブにも対応しています。ドライバーは約 9.2mm のドライバーが1機搭載されていますね。で、充電時間なんですけども、イヤホン本体が約 1.5 時間。充電ケースは USB-C で充電した時は約 1.45 時間。ワイヤレス充電の時は約 2.15 時間で充電可能です。イヤホンケースで20分間イヤホンを充電した場合、最長で 1.75 時間の使用をすることができます。で、バッテリー持続時間なんですけども、ノイキャンオン時が最大6時間、ノイキャンオフ時が最大8時間、イヤホンケース併用で最大21時間となっています。カラーなんですけども、今回ですね、ここの手元にある黒青みたいな色と、あとゴールド、それからブラックのですね、3色展開となります。重量なんですけども、ケースプラスイヤホンで約 65.6g、イヤホン両耳で約 13g と若干ですね、重ためなイヤホンになっています。イヤホンの防水規格は IP57 となっていますので、水洗いも可能な防水性能をしていますので、数字とかですね、している時に使っていて、もしですね、水の中に落ちてしまっても壊れる心配がないというのはとてもいいポイントです。充電ポートは USB-C。保証期間は2年間となっていて、他のですね、完全ワイヤレスイヤホンが大体1年間なのに対して2年間ありますので、そちらもいいポイントですね。その他としましては、専用アプリによるファームウェアのアップデートとかイコライザー設定なんかにも対応していまして、あと Google ファストペイにも対応しています。価格なんですけども、現在 Amazon だと 36,273 円ということで、少しですね、値段が下がってきてますね。こんな感じでスペックに関しては必要な機能がですね、十分揃っていて、さすがですね、ハイエンドクラスのイヤホンだなという感じです。はい、それではこちらのですね、BeoPlay EX を3週間ぐらい使って、ファーストインプレッションレビューの時と比べて印象が変わった部分ですね、こちらご紹介しておこうと思うんですけども、まず一つ目がノイキャンについてですね。ファーストインプレッションの時はノイキャンはですね、結構強いのかなと思って家の中で使った感じは思っていたんですけども、実際にですね、外に出て使ってみるとノイキャンはですね、全然強くなくて、ノイキャン入れた時に音楽鑑賞の補助になるですね、ノイキャンがついているなっていうのはわかるんですけども、他のハイエンドクラスのイヤホンどころか、1万円台のですね、イヤホンと比べてもノイキャンは強くなかったです。電車に乗っている時のですね、音なんかはもろ入ってきますし、それだけじゃなくて商店街を歩いていたりとかカフェなんかに行ってこいつを使っていても周りの音っていうのは結構入ってきちゃうので、これはちょっと残念だったなと思いましたね。ノイキャンが強すぎると、音がですね、変わっちゃうとか、そういうのを見越して、もしかしたら抑え気味にしているのかもしれないですけども、3段階のですね、ノイキャンの強さがアプリで変更できるようになっていますが、それをマックスにしても、ノイキャンは弱かったので、ちょっとこれは残念だったなと思いました。静寂の中で音楽を聴きたいとか、カフェでですね、勉強するからノイキャンを入れてですね、周りのざわざわしたのを落としたいという方にとっては、ちょっとですね、あんまり向いていないイヤホンになっているので、そこはですね、注意かなと思いましたね。あくまで音楽視聴を補助してくれる程度のノイキャンになっているなというのを感じました。続きまして、印象が変わった部分は外音取り込みですね。こちらも印象が変わりまして、逆に外音取り込みの方は
良い印象になったと言いますか、最初あんまり家の中で聞いてた時は外音取り込みはあんまりだなと思っていたんですけども、外音取り込みした時に、会話もですね、できるかなっていう程度の外音取り込みになっていました。ただ、音楽をかけながら外音取り込みにした時にめちゃくちゃ快適で、全然ですね、普通に会話ができて、コンビニやスーパーでも快適だというほどではなくて、音楽を聴いていても、店員さんのですね、話す声が大きい方であれば聞こえるけども、声が小さい方だったりすると、ちょっと心もとないなという感じの外音取り込みになってますので、しっかりと会話がしたいのであれば、外音取り込みにして音楽を一時停止にするというところまでした方が安全かなという外音取り込みになってました。ただ元々印象だとですね、それも難しいかなと思っていたので、ちょっとですね、良くなった面ではありましたね。そしてですね、印象が変わった部分の3つ目なんですけども、こちらはですね、装着感の部分ですね。前回のファーストインプレッションレビューの時は、ここのサイズがですね、大きいので、耳が小さい方とか女性の方なんかは、絶対にですね、一回試着してから購入した方がいいですよというのをですね、結構強く言っていたんですけども、実際に使ってみた時に、めちゃくちゃパツパツで、長い間全然つけてられないっていうほどじゃないなっていうのが思いました。家の中で使っていても、外で使っていてもそれは変わらないはずなんですけども、思ったよりはマシだったなという印象ですね。カフェなんかに行ってこいつをつけてですね、勉強してたりなんかしてたんですけども、そういう時でも、どうしてもね、外したいっていう感じではなかったです。なので、装着感的にはちょっとマシな印象になったかなと。慣れなのかもしれないですけども、ちょっとマシな印象になったかなっていう感じはしていました。なので、こちらもですね、いい方向にちょっと印象が変わったという点の一つになりますね。こんな感じで、変わった点としましては今の3つぐらいで、その他ですね、やっぱ高級感も素晴らしいですし、音質とか操作感なんかも良かったので、そういう部分ではやっぱりいいなと思ったんですけども、今の3つはですね、ちょっとですね、いい方にも悪い方にも変わった印象がある機能となっています。はい、それでは続きまして、3週間使ってみて気になった部分をですね、ご紹介していきたいと思います。まず一つ目なんですけども、先ほど装着感の部分でめちゃくちゃ痛いとか、窮屈さはですね、最初のファーストインプレッションレビューに比べればマシになったよっていう話をしたばっかりなんですけども、だからといってめちゃくちゃ快適で装着感はですね、めちゃくちゃいいですよと押せるほどではなかったんですね。最初の印象よりはマイルドな印象になりましたけども、やっぱり耳が小さい方だと若干ですね、窮屈ですので、さっきと言ってること逆じゃないかと思われちゃうかもしれませんが、めちゃくちゃ大きくはないけど、やっぱり耳が小さい人だと窮屈に感じるかもなっていうのはあるので、やっぱり小さい人はまずですね、試着してみることをお勧めします。そして気になった部分の2つ目なんですけども、これはですね、ファーストインプレッションレビューとか気づいてた方ももしかしたらいるかもしれませんが、ガラスの面なんですけども、これめちゃくちゃ綺麗でかっこよくてですね、このイヤホンの特徴の一つではあるんですが、こうやって見るとですね、私の指紋なんかはこんな感じで結構目立つんですよね。これは最初からね、分かっていたといえば分かっていたんですが、やっぱりこれ気になりますね。耳につけていて操作していれば、そんなにですね、自分から見えるものではありませんが、せっかくこの綺麗な感じなのに指紋が目立っちゃうなと。この辺のですね、指紋の対策なんかが、できるのであればしてあればですね、良かったですけども、こちらはですね、結構目立つんじゃないかなと思います。今だとちょっとライトの反射でですね、もしかしたら見づらいかもしれませんが、実際の目で見てみるとですね、かなりもう指紋ついてるなってすぐ一発で分かってしまうので、ちょっとここは気になったなという部分でした。そして気になった部分の3つ目なんですけども、こちらはですね、先ほど印象が変わった部分でもお伝えした通り、ノイキャンがあんま強くないので、そこがですね、もったいないというか、ちょっとね、残念だったなと思いました。このぐらいの価格帯のイヤホンであれば、ノイキャンもですね、ビシッと効いてくれて、せめてですね、カフェとか、その辺歩いている時の外の音なんかは、全てカットしてくれるぐらいのノイキャンになってればよかったんですけども、それもですね、そこまでのレベルではなかったので、ちょっとそこはですね、残念でしたね。ですので、価格が高いので、ノイキャンも強いんじゃないかと思って、買おうと思っている方にとっては、そこはですね、やめておいた方がいいかなというのが正直な感想となります。あくまで音楽の視聴を補助してくれるようなマイルドな性能のノイキャンになってます。そして最後のですね、気になった点なんですけども、これはですね、こちら、イヤホン本体にここインジケーターがですね、ついてないんですよね。ですので、音楽をですね、聴き終わって、イヤホンケースにしまった時に、イヤホン本体がですね、ちゃんと充電されているのかっていうのはちょっとわからないという部分があります。私ですね、1回だけ普通にちゃんと収納できたようなつもりで、パタッとですね、しまっ
て、次の日ですね、使おうと思ったら、片方がうまく充電できてなかったみたいで、片耳だけイヤホンのバッテリーがなくなっちゃってたっていうのがありましたね。ちょっとですね、ずれていたりしても、普通にですね、イヤホンケースの蓋は閉まるぐらいの余裕がありますので、ポンってですね、軽くパチッとはめて、そのままにしておくと、もしかしたら充電されてないことがあるかなと思って、これはですね、ちょっと残念だったなと思います。充電されていることですね、こちらの前面の方でわかるっちゃわかるんですけども、両方のイヤホンが充電されているのかどうかっていうのはわからないので、しっかりと指で押さえるなりしてケースを閉めるということをした方がいいかなと思いました。このですね、高級感あるデザインにインジケーターがついていると、そのデザインの邪魔をしちゃうっていうのももしかしたらあるかもしれないですけども、その確認する手段っていうのがですね、イヤホン本体だとわからないということで、そこはですね、ちょっと残念だったかなと思いますね。はい。ということで、今回ですね、バング&オルフセンの BeoPlay EX、こちらをですね、3週間ぐらい使ってみて、感じたですね、ファーストインプレッションレビューの時の印象の違いとか気になった部分についてもご紹介しました。総じてですね、やっぱりこのですね、デザイン性とか、音質とかはですね、すごくて、そういう部分で素晴らしいなとは思う部分もたくさんありつつも、やっぱりノイキャンとかですね、外音取り組みがもうちょっと強力だったらいいなとか、やっぱりですね、気になった部分も、細かいところがあったので、そういう部分を加味して購入するかどうかっていうのをですね、検討していただければいいかなと思いました。やっぱり4万円近くですね、するような高級イヤホンですし、落としてですね、もしなくしてしまったらとてもショックだっていうのもあるので、どちらかといえば外でですね、外出先で聞くというよりかは家の中でですね、ゆっくりと音楽を楽しむのに向いているイヤホンなんじゃないかなと個人的には思っています。はい。ということで、今回の動画はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったなと思ったら、グッドボタンやチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンのレビューや比較動画を中心にアップしていますので、気になる方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それから私はブログもやってまして、ブログでも完全ワイヤレスイヤホンのレビューや比較記事をアップしてますので、時間がある時にチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。